あとね、物語のストーリー、まあ大体その骨格というか、細かなことも、その初代ウルトラマンのテレビシリーズのエピソードをかいつまんでね、踏襲していて、まあ怪獣だけではなくてね、外星人と、まあ、呼ばれてましたけども、まあ宇宙人なんかもね、登場してくるという流れ。で、この宇宙人もね、おなじみの宇宙人っていう形だし、その宇宙人が登場した時のテレビシリーズのエピソードっていうものを踏襲した流れでですね、なかなか僕にとっては懐かしいなっていうか、まあそこもね、あんまり変な改変を加えずに、やってくれたっていうのは逆に良かったんじゃないのかなっていうふうに思いましたね。ところが、まあ、改変はもちろんいろいろされてるわけですよね。一つはね、科学特捜隊っていうものの、まあ、なんていうの佇まいっていうか、名称というのかね、ちょっとこれ、公式ウェブサイト、まあいいかな、ちょっと出しちゃいましょうか。ねこんな形、これ公式ウェブサイトにある、まあ、家督隊の、まあ、ページなんですけどもね、防災庁所属っていうね。で、科学特捜隊じゃないんですよ。怪獣、この怪獣っていう文字もね、こういった形で当て字してるっていうね、こういう怪獣っていうね、なんか見た目の漢字を当て字してるっていうのもなんかこう茶目っ気を演出する上でプラスだったかなというふうに思いますけどね。まあ、この怪獣特設対策室専従班ね、その通称として家督隊っていうね。だから名前は全然改変されてるんだけど、略称にしたら、まあ音は一緒でしょっていうね。まあこの辺もね、まあなんというか、茶目っ気があってね、僕は良かったんじゃないのかなっていうふうに思うわけですよね。科学特捜隊みたいになんか戦力を保持したね、まあメンバー5人か6人だけのね、小グループっていうと、どう考えても今の日本国憲法の中で、まあ、運用できるとは到底思えないわけで。はい。まあ、そう考えるとですね。で、しかも自衛隊所属にしてもなんかその切り分けが難しいでしょうしね。はい。そういう意味では、まあ、現代社会にトレースしたという体にした方が、まあ、ある意味大人も楽しめるっていう形にはギリギリになるでしょうから、まあ、この怪獣特設対策室専従班、通称家督隊というね、名前にするのもまあ非常に茶目っ気があってよかったんじゃないのかなと思います。で、キャラクターの名前は全部変わってますよね。この家督隊のね。ところで、この辺のですね、細かい解説については、他のレビューアーさん、YouTuber の方がね、されている映画レビューで非常に素晴らしいものいっぱいあるのを僕も拝見してるので、ここはあえてね、掘り下げはしないんですけれども、そうですね。一つはその、テレビシリーズでは、早田さんって言った、初代ウルトラマンに変身する人。で、今回は、斎藤匠さん。斎藤匠さんですけど、僕ね、有名な役者さんの名前をね、急にちょっと、自信がなくなっちゃう。斎藤匠さんですよね。はい。斎藤匠さんが、演じている、神永真司というね、全く別の名前の、キャラクターに、置き換わってますけどもね。彼は、なんと警察庁公安部より家督隊に出向してきた、メンバーということでね、登場します。非常にニヒルで、無表情で、もともとあんまりこう感情を表に出さないっていうキャラクターとして、多分登場してきているのかなというのが私のイメージです。ウルトラマンとこの合体する前のシーンもね、いくつかオープニングであって、まあその時からあんまりちょっと無表情な感じかなっていうイメージはあったので、そもそもそういうキャラクターなのかなという形ですよね。それと、ここでね、一つテレビシリーズと異なるのは、まあこれはいろいろ解説型の YouTuber の方も、皆さんおっしゃってることなんで、まあことさら私の、ね、この酔いどれシネマジャックで言わなくてもいいのかもしれませんけども、理由がね、大きく違うと、テレビシリーズの方は、たまたまその、まあ、ウルトラマン側のね、まあ、不注意で、その怪獣墓場に、搬送中の怪獣が逃げ出してしまって、まあ、わあ、おい、まずいぞっていうのを追いかけ回してるときに、
まあそのハエタ隊員の乗ったビートルでしたっけ、戦闘機というか、まあ飛行機と、まあ衝突事故を起こしてしまって、まあ死なせてしまうんだよね。うわ、これは申し訳ないことをしたなっていうことから、まあハエタ隊員と一体化して、融合することで彼自身を生き続けさせ、かつ自分も、まあ地球をね、まあ守るということを、まあ一つの自分のミッションとして、まあ、勤め始めるっていうのが確か初代ウルトラマンのスタートだったかと思うんですけども、今回は全く違うんですよね。別にウルトラマンのミスで、この神永真司さんというね、主人公たる新キャラクターを死なせてしまったわけじゃないわけですよね。彼はその怪獣が登場してきたと。で、その時に逃げ遅れた子供をかばって、まあ、死んでしまうと。要するに自己犠牲だよね。自己犠牲を払って死んでしまうわけですよね。で、その様を、たまたまその怪獣を、こう、まあ、やっつけに来たというか、まあ、宇宙警備隊なのかな、なんかそういう役割の中でその怪獣を殲滅すべく、まあ、地球に現れた時に、その自己犠牲を払って死んでいく、その神永隊員の姿を見て、要するに驚いたわけですよね。なんじゃこいつはと。なんだ地球人はと。地球人っていうのは他者のために自分の命も捨てるのかと。これは我々の星、まあ、あの映画ではね、光の国ではなくて、確か光の星って言ってたと思いますけども、光の星では、その論理はないぞということで、逆に興味を抱いたんですね。興味を抱いたことで、この神永真司と一体化して、地球にいわば、まあ、潜入と言いましょうかね。潜入捜査して、まあ、地球人を理解しようと思うのかね。まあ、だから、そのウルトラマン自身の、まあ、ウルトラマンの彼なんていう名前だったっけ、答え名はリピアでしたっけ。リピアとしての、なんかこう、探求心を充足させるために、彼は神永隊員と一体化して、まあ、地球に居残ることになるという、まあ、物語展開なんですよね。だからもともと彼は、なんかこの地球を守らなければいけないというミッションをそもそも持ち合わせていないというのが、この映画版のウルトラマンの設定なんですよね。はい、で、さらに輪をかけて言えば、このウルトラの星って、まあこれでは言わない、僕らウルトラの星っていう風に呼んでたような、まあコンテンツというかシリーズというか番組なり映画もあったかと思うんですけども、まあこの光の星か。光の星の住民、まあ仮に、まあウルトラ一族って、まあ仮に、ここでは僕そう呼ばせてもらいますけども、ウルトラ一族にとっても、ことさらその地球を回らなければいけないっていう、そのミッションを持ち合わせていたわけではないんですよね。で、まあ、具体的に彼らのミッションを、こう、つまびらかに説明されるっていうくだりは確か僕の記憶ではあの映画の中にはなかったんですけども、要は、宇宙全体の調和を乱すものは場合によっては駆除しなければいけないということで、いわば宇宙警備隊的な役割は担いつつも、なんて言うんだろうな、それがね、例えば地球人類の存続が、まあ、宇宙全体に害を及ぼす可能性があるならば、地球を打ち滅ぼすことも辞さないというのが、今回のそのウルトラ一族の大前提にあると。いわばそこに逆らう形で、そのリピアと呼ばれるこの主人公のウルトラマンは地球人に興味を持ってしまって、まあ、何度も言うように神永さんという人と一体化してしまうという、この前提の異なりが、この新ウルトラマンの、まあ、いわゆるヒューマンドラマとしての、まあ、大人にも干渉し得るという部分での最大の魅力だったんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。はい。ですから、この新ウルトラマンの、テーマははっきり言って、まあ、自己犠牲。自己犠牲の一言に尽きるんじゃないのかなっていうふうに私はそう思っています。はい。だからまあこの地球の利害に忖度しないっていうね、このまあウルトラ一族というかね、光の星に住む住民たちの前提っていうものが、
逆にですね、このリピアのこの地球のこの自己犠牲を払える、いわば愛だよね。愛というものに触れて、たじろぎ、そしてそこに魅了されて、こう、埋没していき、ラストは自分自身も、自ら自分の命を捨てて、地球のために、地球人のために戦うという、こう、動機に、こう、変化というか昇華していくと。で、その様が、まあ、ゾフィーね。ゾーフィーか。ゾーフィーという、まあ、光の星の仲間たち。まあ、この映画ではね、なんかウルトラ兄弟みたいな感じで血縁だというふうには説明されてなかったので、まあ、初代ウルトラマンも確かね、そうそう、血縁だというふうには説明されてなかったんですよ。確か宇宙警備隊の、まあ、上長なのか、まあ、同僚なのかわかんないけど、まあ、そういう立場でゾーフィーって出てきたかと思うんですけど、まあ、それを踏襲する形でね、できましたけど、ゾーフィーも、そんな、まあ、リピアの、まあ、なんていうの、所作というか、決断と行動に、いわば感動し、驚き、まあ、ね、その、最後はリピアの、申し出を、まあ、瀕死のリピアの申し出を受け入れて、まあ、この斎藤工さん演じる上永真司をね、生きながらえさせるというね、そういう、まあ、判断に至るというね。まあ、結果的には流れは一緒なんだけども、そこに至る動機がかなり異なるという部分において、結局のところ、この新ウルトラマンという映画作品のオリジナリティをガチッと打ち出して、そして、初代ウルトラマンに慣れ親しんだ我々の世代であたり僕らよりも上の世代も含めて、まあ感動の渦にね、こう巻き込むっていうところの流れが、秀逸だったかなと。だからね、結局、オマージュに溢れていた、物語構成にもかかわらず、結局のところ、ヒューマンドラマとしてはしっかりとした独自性を打ち出すことに成功したと。いったようなね、非常に、なんて言うんだろうね。素晴らしい出来だったんじゃないのかなっていうふうに、思いました。で、私ね、結果的には、もう、泣きまくってしまいました。まあ、正直ね、この50過ぎのおっさんが、まあ、レビューをやるためっていう自分の中に言い訳しているとはいえ、まあ、一人で映画館に足を運んで、この子供向けコンテンツである新ウルトラマン、ウルトラマンものをね、しかも公開初日で見に行って、しかも結果的に大泣きしてしまうというのはですね、まあ非常に世間体から言えば恥ずかしかったです。はい。めちゃくちゃ我慢しました、途中までは。だけど、もう、なんか、ブワーってね、涙が溢れちゃった。まあそこにはね、やっぱり子供の頃から、なんか、ウルトラマンっていうものに慣れ親しんでね、僕の中ではやっぱり当たり前ですけど、マーベルや DC をね、はるかに超えるヒーロー像として、自分のこう DNA というかね、脳髄に叩き込まれている日本古来のね、ヒーローですよ。で、そのヒーローが、大人になった僕らの心にも、直接なんかこう、杭を打ち付けてくるようなね、感動の杭を打ち付けてくるような、こう、ヒューマンドラマとしてのね、こう、感動を与えてくれたというね、この衝撃的な事実にたじろぐというね、結構なですね、映画ファンにとっては幸せな映画体験をね、もたらしてくれたっていうことに対して、まあそういったことに対しても、なんか泣いてしまいました。だからなんかいろんな思いがこうブワーッと自分の中で爆発して泣いちゃったっていうのが、まあ正直な感想なので、逆に言うと、そういう原体験を持たない人が、まあこの映画を見たときに、どう思うのかなっていうのは、若干、別にそこは別に自分が楽しかったし、感動したらそれでいいんだけど、まあ不安というか、なんか、どう思うのかなっていうのは単純な興味として、感じましたね。はい。結構ね、ウルトラマンの T シャツみたいなトレーナーかな、まあそういうのを着た、まあウルトラファンみたいなお子さんもいらっしゃったんですよ。なんであの子たちは、まあ、もともとね、ウルトラシリーズを見ててウルトラマン好きっていうのがあるから、まあ、僕らとはちょっと異なるとはいえ、まあまあ、でもウルトラマン好きから始まるから、まあ、あの感動を、まあ、
受け入れる土壌はあるのかなと考えると、子供たちも結局感動してくれたんじゃないのかな、ウルトラマンかっこいいって思ってくれたんじゃないのかなっていうふうには思いますけどもね。まあそういう意味じゃ、全くウルトラマンの原体験を持たない子供って言ったら、まあ、そんなにもしかしたら多くないんですかね。僕最近のウルトラマンって全然知らないんで、ウルトラマンのそのテレビシリーズがいつまでやってたかとか、今でもいやいや最新シリーズやってますよとかいう、ちょっと、そのホットなネタって僕全然知らないもんですからわかんないんですけど、逆にウルトラマン全く知らないっていう子は、物心ついた子の中では日本人の場合、あまりいないんですかね。うん、まあ、海外はいるかもしれないけど、まあ、あんまりこの映画ね、海外に輸出してなんぼっていう、そういったちょっと、なんか、気迫は感じなかったんですよね、ある意味ね。なんか俺にとってのウルトラマンはこうだからいいじゃねえか、みたいなね。ね、なんかマーベルはなんだ DC がなんだよ、ウルトラマンはこうだよ、みたいな。なんかその潔さもね、なんか、私にとっての感動の一因になってるのかもしれないですよね。うん。で、まあ、繰り返しになるけど、序盤にね、これ私だけだったかもしれないけど、ターミネーターを思わせるような、ちょっと映画ファンの心をくすぐるようなね、まあ、タッチもあったりだとか。で、そうそう、ラストはね、僕ね、何を浮かべたかっていうと、これもハリウッド映画ですけど、トム・クルーズ主演のね、バニラスカイ。まあ、言い換えれば、そのベースとなった、オリジナル版は、まあ、スペイン映画でね、オープニア・アイズっていう映画なんですけども、このオープニア・アイズ並びに、バニラスカイをね、私にとっては彷彿とさせるラストシーンでしたね。はい。お帰りって最後囁いた、お帰りですよね。確か、ちょっと違ったかもしれないけど、まあ、お帰りみたいなことを言って、目覚める上永さんを迎え入れるね、浅見弘子さんっていう、まあ、長澤まさみさんが演じる、ヒロインですけどね、ヒロインのセリフであの映画はエンドロールに入っていったかなというふうに思うんですけども、あれがね、オープンアイスっていうね、ペネロペ・クルスの囁き声で目を開けるね、トム・クルーズの眼差しっていうか瞳のアップで終わるバニラスカイを僕はね、彷彿とさせる感じがしました。いわばね、希望と不安がこう入り混じったような幕引きっていうんですかね。あれがね、まあ繰り返し同じこと言って申し訳ないんですけど、まあ、バニラスカイとオープニアアイズをね、彷彿とさせるようでね、僕ね、あそこでもね、最後、涙が出ちゃったんですよね。だからちょっと映画ファンとしての、畜生やりやがってっていう涙だったかもしれません。まあ、安野さんとか樋口さんはね、そんなことついほども考えてなくて、僕が勝手に勘違いしているだけだったとしたらば、単なるお笑いなんですけどもね。はい。まあ、そんな風にね、感じた次第でございますね。皆様いかが思われたでしょうか。また今回も長々と喋ってしまいましたけども、まあそんな形で、私の新ウルトラマン、ネタバレ妄想考察を、終わりたいというふうに思います。